草生やすな。はい、どうも皆さんこんにちは。辞任ゆずきゆかりです。今日もマインクラフト、のんびりやっていきましょう。と、焚き火を作りました。焚き火はこんな感じで地面に設置できるアイテムで、手軽におしゃれ感を出すことができます。で、なんでいきなりこんなものを作ったかというと、なんか変な声が聞こえて、で、また後ろからとは卑怯な。というか、このハゲはつい先日成敗したばかりだった気がするのですが、こんなに頻繁にやってくるものでしたっけ？まあ、そこまで強敵ってわけじゃないし、大丈夫、かな？それでは気を取り直して、進捗を進めていきましょう。実は、拠点の前の森をお散歩していたら、ちょっと面白いものを見つけまして、それで焚き火を作ったのですよ。いた。はい、ハチさんです。実は私、ハチ関係のことをやるのは初めてで、かなり緊張します。まずはハチの巣の真下に焚き火を設置して、よいしょ。そしたらガラス瓶を。忘れました。ということで、ガラスをクラフトして、ガラス瓶を作りました。それで、ハチの巣にガラス瓶を使うことで、蜂蜜が手に入る、と聞いていたのですが、どうも、この巣には蜂蜜が溜まってないみたいですね。そんなこんなで夜になるまで待ってみたのですが、全然溜まりませんでした。これはもう仕方がないので、巣を拠点に持ち帰っちゃいましょう。蜂の巣はシルクタッチのエンチャントがついた道具を使うことで回収できます。回収した蜂の巣は、拠点の軒下に設置しました。これは、蜂蜜が満タンになったんじゃないですか？嬉しいけど、絵面としては最悪ですね。それでは早速、蜂蜜を取ってみましょう。はい、こんな感じで、何も対策をしない状態で蜂蜜を回収すると、近くの蜂が怒って攻撃してきます。取りたいものも取れないこんな世の中じゃ。お詫びにたくさんお花を摘んできたので、巣の周りに植えてあげましょう。ハチさんは、お花から花粉を取って集める習性があります。花粉のついたお尻が可愛いですね。花粉を取ったハチさんは、作物に受粉することがあるそうで、受粉した作物は成長段階が一つ進むらしいです。巣の目の前に畑があるし、少しは効果があったりするのかな？また蜂蜜が溜まってました。今度は怒られないように、こっそり盗みましょう。まずは、焚き火を巣の真下に設置します。この状態で蜂蜜を回収すると、はい、ハチさんを怒らせずに蜂蜜を取って、進捗、秘密の晩餐会を達成しました。たまに凝ってるマイクラの進捗名、結構好き。そんなこんなでハチさんが拠点にやってきたわけですが、さすがにちょっと手狭な感じになりましたね。そろそろちゃんとした畑や施設も作っていきたいですし、拠点の周りを整備することにしますか。それではまず、拠点の周りを掘っていきます。掘りました。拠点横の地面をだいぶ掘り下げました。私、高低差のあるところでの建築が本当に苦手で、建築しようとすると、どうしてもこうなっちゃうんですよ。早速リフォーム業者の人が営業に来ましたが、お帰りいただきまして、新しい施設を作っていきましょう。まずは、ハチさんの巣をハサミで失礼して、はい、これがハニカムですね。これを木材で囲んで、養蜂箱を作りました。養蜂箱はミツバチの巣の代替ブロックで、ほとんど同じように働いてくれます。これを使って、蜂蜜の自動収集施設を作っていきましょう。まずは、チェストにホッパーをつなげて、ホッパーの上に養蜂箱を設置しました。次に、レッドストーンダストと棒をクラフトして、レッドストーントーチを作って、レッドストーントーチ、ネザークォーツ、石を使って、レッドストーンコンパレーターを作りました。なんかがなんかの時になんかしてくれるブロックです。それから、ディスペンサーも作りました。アイテムを発射することのできるブロックです。コンパレーターを養蜂箱に接するように置いて、ディスペンサーは養蜂箱に発射口が向くように設置しました。ディスペンサーにはホッパーで樽を接続しておきましょう。ディスペンサーと樽の中にガラス瓶を入れて、
自動的にディスペンサーに補充されるようになりました。と、さらに横に増やして、こんな感じになりました。蜂さんが前の花畑から花粉を採取して、蜂蜜が溜まったら、上のディスペンサーから瓶が出てきて回収する、という装置になっています。と、このままではいくらなんでも味気ないので、施設を囲う感じに建築をしていきます。養蜂場か。なんというか、あんまりイメージが湧かないんですよね。まあ、少なくとも田園風景って感じですよね。澄み渡る青空、深い緑と静寂に包まれた小屋で、絞り取られるミツバチ。なんというか、あんまり蜂のいる施設ですって感じを前面に出すよりは、景色に馴染ませた方がしっくりくる気がしてきました。施設があまり外から見えないようにして、なんとなく動物を飼ってそうな屋根。と、こんな感じになりました。はい、ということで、今回は施設を丸々覆う形で建築をしてみました。外からは見えないように、とは言いましたが、拠点からしか見えない部分はガラス張りに。ちゃんと稼働しています。と、養蜂場、看板よし。まあ、動画の流れ的に作っちゃったんだけど、蜂蜜とか正直使い道な蜂蜜タワーを作ってみました。蜂蜜でできたタワーです。押すなよ。絶対押すなよ。ちょっと待って高さが足りない気がしてきた。ぐだぐだな状況。はい。ということで、蜂蜜ブロックに飛び込んで、進捗、ベトベトな状況を達成しました。こんな感じで達成したかった。と、こんな感じで、蜂蜜ブロックは、ゆっくりと側面を滑り落ちることができます。他にも、スライムブロックみたいにアイテムを動かしたり、飛び込んだ時の落下ダメージを減らしたりもできるので、どこかで役に立つ時が来るかもしれませんね。と、すっかり水たまりの主となっていたウパ太郎も、少し広めの場所に引っ越ししてもらいました。いつか、もうちょっとちゃんとした池を作ってあげるからね。それから、エンチャントガチャを回していたら、幸運さんが出てきました。SSR みたいなもんです。せっかくなのでダイヤピッケルを作って、幸運さん、ゲットだぜ。幸運のエンチャントがついたピッケルを使うと、鉱石を壊した時のドロップ数が増えることがあります。およ？はい、こんな感じで、普通より2つも多くダイヤがドロップしました。この調子で、たくさんダイヤが出てきてくれるといいな。まあ、たまにはこういうことも、あるよね。頼む。お？と、結局4個の鉱石を掘って、8つのダイヤモンドがドロップしました。幸運さんの平均倍率は 2.2 なので、まあ、こんなもんかな。と、こんなところで、今回はこの辺りで終了とさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、また次回お会いしましょう。またねー。バイバイ。